肉食をして分かったことなんですけども、肉食2ヶ月ほど行いました。今年の1月から3月まで。その時に気づいたのがですね、いい点と悪い点がありまして、まずにポジティブネガティブを語る前に肉食というものをちょっと説明しておきたいと思います。日本でいう肉食に似ていますけども、こちらで今西欧諸国で今話題になっている肉食ですね、カーニボーというのは厳密に言えば油切った赤身肉、霜降りの肉ですね、それだけ。あと飲み物は水、そして野菜もなし、チーズなどの乳製品も取らないで、卵もですね、厳しく言えば摂取しないと、肉だけっていう、これがこちらでいうところの肉食カーニボーです。自分はですね、そんなシビアなことできないんで、早い話が卵とステーキのダイエットでした。そこでですね、まず最初にポジティブなことですね、気づいたことを紹介させていただきますと、まず1番目に準備、買い物から調理から全てがもう簡単になったと。2番目がエネルギーをもう常に感じるようになりまして、そのトレーニングですね、仕事の後の筋トレや、あと有酸素運動、これをするのにしやすくなったと。あとモチベーションも結構維持できたと。次がですね、筋肉がつきやすくなって、体脂肪が減ったと。その2ヶ月間でその驚くほどの結果が現れたわけですね。しかしながらそのネガティブな面としまして、自分はケトジェニック始めた頃からも常に維持しているものなんですけども、カーブロードデーといいまして、週に2回か3回ぐらい炭水化物を摂る、1日1食ですけども、そのカーブロードデーっていうのがありまして、あとはスイーツなどを摂るチートデーですね、これが混じってまして、これをですね、肉食時カーニボーの時に行いますと、もう体調が最悪になるわけです。もうとにかく疲れてるというか、最悪の状態なんですよ、話が。それでこのカーボロードデー、チートデーができなくなったのがちょっと厳しいかな。肉だけ続けるっていうのも厳しさがあったわけですね。そして2番目にネガティブな面というと、夜中に排尿に起きたことですね。これはもうほとんど毎日定例化しまして、肉の摂取量にもよるんですけども、自分食いしん坊なんでね、その満足感を得るまで食べるとすると、その自分の体重のキログラムに対して3から4グラムのタンパク質を摂取することになるわけですね。そうするともう決まって夜中に排尿に起きると。それで気づいたことなんですけども、平均ですね、一般に言われている自分の体重のキログラムに対して1.5から2グラム、これを摂取すればその排尿には起きないということを発見しまして、それと同時にですね、この排尿に起きるというのは腎臓にかなりの負担がかかっていたなと。あと別なことで気づいたのが、トレーニング後自分の T シャツですか、それについた汗、翌日がアンモニアの匂いでもうすごかったですね。次にいいのか悪いのかわからないことなんですけども、睡眠時間が減ったことです。睡眠時間が減ってもかなり持久力もあって、次の日にも影響なく過ごせるんですが、体が疲れているのは分かるんですね。けどもその疲れを押してまでも無理ができたと。これもいいことか悪いことか分かんないですけど、とにかくエネルギーが溢れていたんですね、肉食の時は。あともう一つですね、いいと思ったのが、これまでケトン食を2年近く続けてきたんですけども、実際にその時タンパク質の量が少なかったなということを今回の肉食を体験して発見しました。これはですね、
ケトン食の場合、1日だいたい 200g の肉、卵は4個ですか。これをタンパク量に換算すると、だいたい肉の量としては40から 50g。卵の量はこれも48から 50g ですか。で、結果的には 100g、平均のタンパク量で良かったんですけども、自分の場合やっぱり筋トレしてるんで、あと肉体労働なんで、やっぱり 2g ぐらい、それ以上ちょこっといくぐらい取ってないとダメかなと。ちょうど境ですね。排尿に起きるその範囲、その最高値と排尿のこの中間あたり、だいたい 2g から 3g のタンパク量が理想かなと、そういうことに気づきました。そして現在はですね、まだ結論が出てない状態でして、その肉食に比重を置くか、ケトジェニックに比重を置いて肉食を行うか、これ今模索中です。もちろんカーボロードデイとチートデイを、取り混ぜながら行っております。また結論出たらご紹介します。今回はですね、自分にとって肉食の良い点悪い点を紹介しましたが、結論としてここで強調しておきたいことはですね、高タンパク質食は腎臓に害を与えないとのことです。これは2018年11月に発表されたカナダのマクマスター大学によるメタアナリシスで、1日に体重 kg につき 1.5g のタンパク質か最低でも 100g のタンパク質、また最低でもカロリーの 20% がタンパク質と、ケトン食にとっては適度なタンパク質量に値する量での調査でした。ここで見られるようにですね、タンパク質の利益として代謝を高め、満腹感を増し、充足感が長続きし、脂肪減少促進、ウェイトトレーニング中に筋肉を構築、特に高齢者の筋肉を保護するのに役立つと記述されているのは、自分が体験した内容と符合していてうなずけるものであります。そしてですね、高タンパク質は安全であり、一生涯にわたって筋肉の健康への重要な道具であると捉えるべきと断言しており、また2型糖尿病患者に関しても高タンパク質は腎臓に影響しないことも述べ、子宮体濾過量でも低タンパク質食と高タンパク質食に違いは見られなかったと結論付けております。